はい、こんにちは。今回なんですけども、タイトルの通りですね、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンのですね、ランキングをやっていきたいと思います。このチャンネルですね、結構ランキングの動画、年末から年始にかけてたくさん出してきたんですけども、今回はインナーイヤー型のイヤホンとなります。インナーイヤー型というのをですね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、一応ですね、ご説明すると、こんな感じのですね、ノーマルの AirPods みたいな形のイヤホンのことですね。ここにイヤーピースとかがついていない、こういう形のものがインナーイヤー型と呼ばれています。通常ですと、こちらですね、AirPods Pro のようにイヤーピースがついていてですね、耳に装着するものが主流で、いろんなですね、メーカーからたくさんのモデルが出ているんですけども、こういうイヤホンですと耳のですね、圧迫感があったりとか、このイヤーピース部分がですね、ちょっと痒くなっちゃったりとかですね、する方もいらっしゃって、そういうのが苦手で、やっぱりカナル型のものは苦手って方も結構いらっしゃるので、やっぱりこっちのですね、インナーイヤー型がですね、いいって方も結構ですね、いらっしゃると思います。このチャンネルでもやっぱり主流はですね、AirPods Pro みたいなカナル型のイヤホンばっかりレビューはしてるんですけども、インナーイヤー型もですね、レビューしてきていますので、ランキングとして今回は4つですね、ご紹介したいと思います。これまで通り5つじゃないんかいって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと現状ですと5つ目ですね、私のチャンネルでとてもですね、おすすめって言えるモデルが見つからなかったので、今回はですね、4つとさせていただきたいと思います。注意点としましては、私がですね、使ってこのチャンネルでレビューしているものの中からですね、ランキングとしていますので、もしですね、気になるモデルとかがあってランキングに入ってない場合はですね、チャンネルをですね、検索していただいて確認していただければと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画を細かくしっかりとお伝えすることをポリシーとして運営しているチャンネルになりますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは、行ってみましょう。はい。ということで早速ですね、ランキング発表していきたいんですけども、インナーイヤー型のおすすめの完全ワイヤレスイヤホンの第4位は、サウンドピーツの Air 3 Deluxe となります。もともとサウンドピーツの中で Air 3というモデルがありまして、そちらもですね、かなり売れたモデルだったんですけども、それのですね、アップグレード版ということで、アプリでのカスタマイズにも対応していたりなんかして、結構ですね、スペックも上がったモデルとなっています。価格もですね、現在5880円と、今回ご紹介する中で一番安くて購入しやすいモデルとなっていますね。外観をですね、見ていくとこんな感じでですね、表面は結構つるっとしたケースになっていて、楕円形みたいな形になっています。裏にはサウンドピーツと入ってますね。ここにリセットボタンがついているという形で、イヤホン本体はですね、インナーイヤー型ですので、今回ご紹介する全てのイヤホンがこんな感じのですね、スティック型になってるんですけども、こんな形になってますね。正直ですね、イヤホン本体は結構プラスチック感なんかはあったりしてますけども、このサウンドピーツのですね、S のロゴなんかも小さくて、そんなにですね、目立たないんじゃないかなと思います。裏に行くとこんな感じになっていて、脱着センサーもですね、搭載されていますので、イヤホンを耳につけた時に音楽の再生とか、耳から外した時に一時停止なんかも行えるようなイヤホンになっています。点数表ですね、今回もつけたんですけども、こんな感じになっていまして、私の耳ですね、インナーイヤー型だとですね、結構耳から外れがちっていうのがあって、装着下の部分はどのイヤホンもですね、そんなに高い点数にはなっていないというのはご了承ください。その中でも点数をですね、良かったもの、悪かったものをつけていますので、そちらですね、比較していただければと思うんですけども、装着感はですね、今回ご紹介する中では一番ですね、点数が低くなっていて、頭をですね、傾けたりなんかするとちょっと外れてしまうなという感じになっています。ただ私の場合ですね、初代の AirPods なんかですと同じような感じで頭をですね、ちょっと傾けると外れてしまうような耳の形状をしていまして、結構 AirPods 初代をですね、つけて外を歩いていると頭を絶対にですね、揺らさないようにしながらまっすぐ歩かないとちょっと厳しいなっていう感じの耳の形状をしてますので、もともとですね、AirPods とかずっとインナーイヤー型を使っていて全然外れる気配がないって方でしたら十分ですね、つけられると思うんですけども、インナーイヤー型がですね、もともと苦手って方はちょっとですね、注意した方がいいかもしれないですね。その他としましては、機能性とかカスタマイズ性ですね。こちらのイヤホンはアプリにも対応しましたので、アプリですね、使えて、イコライザーの設定だったりとか可能になっていまして、使い勝手の部分なんかも点数はですね、そこそこ取れてるかなという形になっています。音質に関しては、低音強めではあるものの、高音域のですね、シャリシャリした感じっていうのもなくて、結構ですね、聞き心地がいいですね、音質になっているなと思いまして、何か作業をしながらながら聞きするような方には、かなりですね、いいんじゃないかなと思っています。価格もですね、5000円強で買えるということで、そういう部分をですね、メリットだと感じる方もですね、かなり多いんじゃないかなと思いますね。正直高級感みたいなものはですね、やっぱり5000円強ということもあってそこまでないんですけども、インナーイヤー型のイヤホンですね、何か一つ安いものでいいから持っておきたいって方にはめちゃくちゃですね、いいんじゃないかなと思います。サウンドピーツの Air 3シリーズにはですね、サウンドピーツ Air 3 Deluxe
ラックス HS というモデルがですね、さらにこいつが発売された後にですね、出ていまして、今回ご紹介する Air 3 Deluxe は aptX アダプティブに対応しているんですけども、その Air 3 Deluxe HS というモデルは LDAC に対応しているイヤホンになっていて、お手持ちのですね、スマホが aptX アダプティブには対応していないけど LDAC に対応している方ですと、そちらのですね、HS とつくモデルを買っていただく方がいいかもしれないですね。ちょっと私ですね、そちら持っていないので、細かいですね、音質だったりとかわからないんですけども、そちらもですね、検討してみていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンの第4位は、サウンドピーツの Air 3 Deluxe となりました。はい、続きまして、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第3位は、こちらとなります。ヨービーボの X ボートプロとなります。こちらはですね、かなりビルドクオリティとかデザイン面とかですね、そういうところに重点を置いたイヤホンで、結構 YouTube とか Twitter とかで見るよりかは、インスタなんかで結構力を入れてですね、プロモーションしているようなイヤホンになってるかなと思いまして、イヤホンがですね、こんな感じで、外から見てもはみ出ていて、こうスライドしてですね、外せるというイヤホンになっていて、このですね、デザイン感とかはかなりですね、かっこいいかなと思います。他のですね、イヤホンにはないような唯一無二のですね、イヤホンとなっていて、こちらかなりですね、このデザイン面がですね、好きって方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ということでですね、デザイン面ももうちょっと見ていくんですけども、こんな感じになっていまして、先ほどご紹介したようにこんな感じでですね、左右に外れて簡単にですね、また戻せるというので、完全ワイヤレスイヤホンですと、パカパカとですね、蓋を開け閉めしなきゃいけないっていうのが面倒って方もですね、いらっしゃると思うんですけども、こちらでしたら、スッてですね、簡単に取り外せますし、また簡単にですね、収納できるという部分がいいんじゃないかなと思います。このサイドの部分なんかはですね、金属感のあるですね、ヒヤッとした質感になっていて、これもですね、かなり高級感はあるなと感じています。イヤホン本体自体はですね、めちゃくちゃ高級感があるって感じではなくて、この黒い部分なんかはプラスチック感はあるんですけども、かなりですね、かっこいいイヤホンに仕上がっているかなと思います。点数表を出しておきますと、こんな感じになっていまして、ビルドクオリティやですね、デザイン面の部分ですね、8.5 点ということで、かなりですね、得点をですね、上げれるんじゃないかなと思ってこの点数にしています。あとはですね、機能性、カスタマイズ性の部分は今回ですね、ご紹介する中では一番点数は低いんですけども、このイヤホンはアプリなんかでは対応していなくて、純粋にですね、音楽を楽しむためのモデルとなっているので、そういうですね、アプリとかで設定なんかはいらないから、こういうですね、スタイリッシュなかっこいいデザインのものが欲しいって方にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で、音質もですね、先ほどサウンドピーチよりも点数を上げていまして 7.5 点となっていて、結構ですね、インナーイヤー型特有の音の広がりなんかもありますし、結構低音強めの音にはなってはいるんですけども、外出時に聞くっていう時はですね、そこまで気にもなりませんし、快適にですね、音楽を聴くこともできています。装着感はですね、こちらもですね、外観自体は AirPods のですね、第1世代とか第2世代と似たような形をしているんですけども、サウンドピーツに比べるとこちらの方がですね、私の場合はまだですね、しっくりくるというか、落ちにくい感じがしたので、こちらの方がですね、点数が少し高くなっているという形になっていますね。これだったらですね、私の場合でも、そんなに耳をですね、気にしすぎずに散歩できるというぐらいの装着感になってまして、ストレスなくですね、使えるかなと感じています。X ポートプロは価格がですね、現在9900円ということで、ギリギリですね、1万円を切る価格になってるんですけども、このですね、スタイリッシュなデザインなんかが好きって方にはですね、十分価値を感じられる価格なんじゃないかなと思っています。で持った感じもですね、これぐらいコンパクトで結構細いので、カバンのですね、小さいスペースとか、ポケットなんかにもですね、十分入るサイズになっているので、そういう部分もですね、いいと思いますね。ポケットに入れといて、簡単に取り出してスッとですね、耳につけられるという部分もですね、かなりいいと思いますので、気になる方はぜひですね、チェックしてみてください。ということで、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンランキング第3位は、ヨービーボの X ボートプロとなりました。はい。ということで、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第2位はこちらとなります。Apple の AirPods 第3世代となります。正直ですね、これからご紹介する1位、2位と3位、4位だとですね、かなり差があると思っていて、かなりですね、AirPods 3は完成度も高くてですね、レベルが上がるイヤホンだなと思います。やっぱりですね、人気なモデルってなると AirPods Pro の方がですね、やっぱり人気だとは思うんですけども、最初にですね、完全ワイヤレスイヤホンをですね、広めたのはですね、AirPods だと思いますので、そのですね、先駆けということでですね、こちらですね、かなり優秀なイヤホンになっています。AirPods のですね、2世代目っていうのはちょっと私持ってなかったんですけども、初代から比べるとめちゃくちゃレベルも上がっていまして、装着感なんかもすごくですね、上がっている、かなりですね、クオリティが高い素晴らしいモデルに仕上がっています。
外観をですね、見ていきますとこんな感じになっていまして、AirPods Pro なんかと比べるとですね、だいぶ四角っぽい形になっていて、結構ですね、コンパクトに見えるんじゃないかなと思います。イヤホン自体もですね、かなり形がですね、初代やですね、第2世代と変わりまして、イヤホンのですね、スティック部分なんかも短くなってですね、初めて AirPods が出た時はですね、うどんうどんって言ってですね、半分バカにされるようなですね、言い割り方してましたけども、これだったらですね、そこまでスティックも目立たないですし、耳につけていてもですね、そんなにですね、違和感もないのかなと思います。このですね、頭の部分というか、ここの耳にですね、収まる部分っていう形状がかなり変わったことによって、装着感がですね、めちゃくちゃ良くなったんですよね。私のですね、そのインナーイヤー型だとどうしても外れてしまうっていうですね、耳の方でも十分ですね、つけられると思いますし、私ですね、これをつけていれば、例えば電車なんかに乗っていて、壁とかにですね、頭をですね、こう傾けて休んでいるような時なんかでも全然ですね、外れるような感じはしなくて、頭をですね、振っても耐えられるような装着感になっていますので、装着感はですね、今回ご紹介する中で一番高くなっています。もし私がですね、インナーイヤー型のイヤホンをつけて運動しなければいけないのであれば、このですね、AirPods 第3世代を使うと思います。で、ビルドクオリティやデザイン面なんかは、今見るとですね、もう結構、ありきたりと言っちゃありきたりのですね、形状になっていますので、めちゃくちゃ高いというわけではないですけども、それでもですね、十分高い 8.5 点としています。で、機能性やカスタマイズ性のところもですね、点数はですね、高くなっていまして、Apple デバイスとのシームレスな切り替えですね。例えば iPhone や iPad、Mac なんかですね、複数台の Apple 製品を持っていて、同じですね、Apple ID でログインしていれば、近くに行くだけで簡単にですね、接続が切り替わってくれるという部分なんかもかなりですね、使いやすいですし、あとは Apple Music なんかでもですね、空間オーディオにも対応していたりとか、そういう部分で機能性やカスタマイズ性もですね、点数としては一番となっています。音質もですね、これまでの AirPods に比べてかなりですね、良くなっていまして、音のですね、迫力だったりとか、音の広がり、それから定義感なんかもかなり上がっていて、十分ですね、ストレスなく音楽をですね、楽しめるかなと思っています。で、操作性に関してはですね、イヤホンのスティック部分をですね、つまんでカチカチと操作するんですけども、こちらのつまむ力がですね、結構力がいるなと思っていて、ちょっとですね、操作しづらいなというのがあって、操作感的にはですね、そんなに点数が高くならなかったという部分になってますね。あとはやっぱり価格がですね、ちょっと高いっていうのがありまして、AirPods Pro に比べたらですね、13,000円ぐらい安いんですけども、インナーイヤー型のイヤホンですので、やっぱりノイキャンなんかももちろんないですし、機能面で言えばですね、やっぱカナル型のそういうイヤホンに比べればないのに、やっぱ26,000円という価格っていうのは結構高いなと思いますので、そこをですね、どう取るかという形でしょうかね。先ほどですね、ご紹介したような Apple 製品をたくさん持っているので、いちいちですね、接続を切り替えるのが面倒っていう方でしたら、価値はですね、感じられるかなと思うんですけども、そうじゃなければですね、価格的にはですね、高いなと感じてしまうんじゃないかなとは正直思っています。価格面的にはですね、かなり高いんですけども、これまでのですね、AirPods に比べたらかなり進化していて、音質面にしてもそうですし、装着感もですね、私はですね、一番いいと思っていますので、カナル型嫌なんで、インナーイヤー型のイヤホンは欲しいけども、インナーイヤー型だとちょっとですね、落ちちゃうのが心配って思ってる方でしたら、AirPods 第3世代はめちゃくちゃいいと思いますので、ぜひですね、チェックしてみてください。ということで、インナーイヤー型のおすすめの完全ワイヤレスイヤホンの第2位は、Apple の AirPods 第3世代となります。はい、ということで、インナーイヤー型のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンの第1位はこちらとなります。ナッシングのイヤースティックとなります。こちらはですね、昨年ですね、2022年に発売されたモデルで、ナッシングが出した2つ目のですね、完全ワイヤレスイヤホンとなります。1つ目はですね、ナッシングイヤー1というカナル型のものだったんですけども、今回はインナーイヤー型のイヤホンとなっていて、イヤー1のようなこのスケルトンデザインを採用しつつ、インナーイヤー型にしたというモデルで、このですね、デザインだったりとか音質なんか抜群にいいなと感じていて、今回ですね、1位となりました。デザインをですね、しっかり見ていくとこんな感じになってまして、こう見るとですね、円形のケースになっていて、こうやってですね、くるっと回してケースを開けるギミックなんかも搭載されていて、これなんかもですね、かなりですね、かっこいいんじゃないかなと思います。最初こちら発表された時ですね、思わずですね、かっこいいなって感じましたね。ただですね、円形のケースなので、こうやってですね、縦に置いとくにはいいんですけども、こうやってですね、横にして置いとくとこんな感じでですね、ちょっと転がってしまうということがあって、机の上とかですね、横向きに置いといて手が当たっちゃったとかですね、もともとちょっと机が傾いちゃってるとか、そういうところですと転がっていっちゃうので、その辺はですね、注意していただけなきゃいけないんですけども、かなりですね、デザイン性なんかは高くてかっこいいケースになってるんじゃないかなと思います。で、イヤホンをですね、取り出すとこんな感じで、カナル型であったナッシングイヤー1と似たような感じになっていて、このスケルトンデザインですね、かなりかっこいいかなと思います。好き嫌いは結構分かれちゃうかもしれないんですけども、かなりですね、かっこよくて、子供心をくすぐるというか、
このイヤホンですね、好きな方かなりいるんじゃないかなと思います。裏を見てみるとですね、こんな感じになっていて、この部分ですね、スピーカーの部分というか、こちらがちょっとですね、他のインナーイヤー型のイヤホンとはちょっと違うのが特徴かなと思います。音質なんかもですね、他のイヤホンよりはかなり良くて、音の広がりとかですね、全然違いますし、他のイヤホンはですね、本当にイヤホンで聴いてるなって感があるんですけども、このイヤホンは耳にですね、スピーカーをつけているような気持ちにさせてくれまして、音のですね、臨場感なんかも素晴らしくてですね、ナッシングイヤースティックをですね、聞いた後に先ほどご紹介した AirPods 3を比べると、ちょっとですね、AirPods の方が音がこもっちゃってるかなみたいな感じに聞こえちゃうので、やっぱりですね、音質としては抜群にいいなと感じています。点数を見てみてもですね、悪い部分っていうのは少なくて、唯一ですね、装着感の部分は点数はですね、ちょっと下がってるかなと思うんですけども、私の耳の場合ですと、AirPods 3に比べるとちょっとですね、やっぱ外れやすいなと思っていまして、頭をですね、こう大きく傾けるっていう動作をした時はですね、外れちゃうのが不安になるなと感じているので、そういう部分はですね、注意していただきたいなと思います。インナーイヤー型はですね、どのイヤホンをつけても十分大丈夫って方はいいんですけども、私のようにちょっとインナーイヤー型がですね、苦手って方ですと、外れてしまうことがあるかもしれないので、どこかですね、お店なんかで試着していただけるといいんじゃないかなと思います。あと操作性の部分はですね、かなり良くて、こちらはですね、AirPods のようにこのスティック部分をですね、つまんでカチカチっとですね、操作するんですけども、操作する時のですね、強さなんかも AirPods より簡単に操作できますし、ちょっとですね、スティック部分が太いことによって握りやすくてですね、力も入れやすいということで、操作感なんかはかなりいいかなと思います。ゲーミングモードがこのナッシングイヤースティックが搭載されているんですけども、ちょっとゲーミングモードにですね、イヤホンの操作でアクセスできないっていうのはちょっとですね、気になる部分ではありますが、操作感としてはかなりですね、いいかなと思います。あとは通話品質なんかも今回のランキングの中で一番いいと感じていまして、AirPods 第3世代とですね、僅差ではあるんですけども、通話品質もですね、かなり良かったので、ビジネスなんかでもですね、通話にも使いたいという方にはかなりいいかなと思っています。価格もですね、AirPods 第3世代に比べて1万円ぐらいですね、現在安くて16,800円という価格で購入できるので、先ほどですね、AirPods 第3世代のところでご紹介したような Apple デバイスをたくさん持っているので、シームレスな切り替えにとてもですね、魅力を感じるって方とか、AirPods というブランドに魅力を感じるって方はいいと思うんですけども、そうじゃない方にはですね、こちらの方がコスパ的にもですね、音質的にもいいのかなと思っています。ナッシングですね、イヤースティックが2世代目のイヤホンということで、1世代目のイヤー1に関しては結構発売前はかなりですね、YouTube なんかで話題になって騒がれた割に発売されてからですね、そこまで評価が高いというモデルではなかったんですけども、このイヤースティックに関してはですね、かなり完成度高くてですね、個人的にはいいなと思っています。唯一ですね、装着感のところが私の耳にはですね、あまり合わなかったっていう部分は残念ではあるんですけども、外にですね、持ち出して聞くんじゃなくて、家の中でですね、ずっとつけておく分には、個人的にはかなりですね、いいかなと思っています。ということで、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンランキングの第1位は、ナッシングのイヤースティックとなりました。はい。ということで、今回はインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめですね、ランキングでご紹介してきました。このチャンネルですと、インナーイヤー型のですね、完全ワイヤレスイヤホンってですね、もうちょっとご紹介はしているんですけども、今回ですね、なぜ4位にしたかっていうと、今回のですね、4つはおすすめですね、できるかなと感じて、この4位としました。2022年にですね、発売されたモデルで、こちらはですね、アンカーのライフノート 3S っていうインナーイヤー型のですね、イヤホンがあったんですけども、こちらはですね、ちょっとおすすめしづらいなと思って、ランキングには入れませんでしたね。というのも、このイヤホンのですね、レビューした時にも言ったんですけども、低音がですね、とてつもなく強くて、正直ですね、聞いていられないなという音質をしたので、今回はですね、ランキングには入れませんでした。アンカーのイヤホンってですね、コスパが高くて、完成度も高いモデル結構多いんですけども、ちょっとこれはおすすめできないかなと思うので、これが気になったって方は注意していただければと思います。現在のですね、完全ワイヤレスイヤホンだと、最初にご紹介した通り、カナル型が主流ではあるんですけども、インナーイヤー型のイヤホンもですね、レベルがですね、高いモデルっていうのもかなり出てきてますし、この1位でご紹介したナッシングイヤースティックは、インナーイヤー型が苦手な私でもですね、かなり気に入って、普段でもですね、ちょこちょこ使っているようなイヤホンになっているので、いいイヤホンだなと感じています。今回ですね、ご紹介したイヤホンですね、3位、4位が1万円を切るようなイヤホンで、1位、2位はですね、1万円以上のモデルとなっているんですけども、やっぱり価格が高いだけ1位、2位のモデルはですね、ぐんとレベルが上がりますので、予算が許すのであれば1位か2位のですね、どちらかのイヤホンを買っていただいた方が満足度はですね、間違いな
なく高いと思うんですけども、イヤホンにですね、そこまでお金出せないって方もですね、たくさんいらっしゃると思うので、今回の動画ですね、参考にしていただいて選んでいただければと思います。このチャンネルですと、インナーイヤー型のイヤホンってですね、もともと数が少ないのと、装着感的に私がですね、インナーイヤー型をそこまで得意じゃないっていうのがあって、レビューするイヤホンの数っていうのはですね、ちょっと少なめではあるんですけども、2023年もですね、良さそうなイヤホンが出ましたら、私自身もですね、使ってご紹介していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私は Twitter もやってまして、Twitter ではこのチャンネルの更新情報だったりとか、新しいイヤホンのファーストインプレッションなんかもアップしてますので、そちらもですね、フォローいただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。